どうも、わくぼりです。ヤフーオークションで中古の研磨機を買いました。メーカーは高橋製作所です。もともとついていた粗めの砥石がとてもすり減っていたので、もともとはそれを交換する作業の動画にしようと思ったのですが、あまりにも僕が不器用で動画にできないような流れになってしまったので、今回は研磨機のメリット、デメリットや研磨機を購入するときの注意点などについて解説する動画にしたいと思います。最後までご視聴いただけると嬉しいです。彫刻刀を研ぐには、手研ぎと機械で研ぐ2種類があると思います。手研ぎには手研ぎの、機械で研ぐのは機械で研ぐ方のメリットがそれぞれあります。機械研ぎのメリットを言う前に、まずは手研ぎのメリットについて解説したいと思います。手で研ぐときの一番大きなメリットは、熱を持たないということだと思います。どういうことかというと、研磨機は回転する砥石に彫刻刀を当てて研ぐので、摩擦熱が発生してしまいます。彫刻刀が熱を持つと、その分だけ彫刻刀の切れ味は悪くなっていきます。特に小刀などは、先端の方に熱が集中して、注意しないと先が黒く焦げてしまいます。これを焼き戻しというんですが、焼き戻しをしてしまうと、刃先はほとんど切れ味を失ってしまいます。なので水をつけながら注意しながら研いでいくことになります。その点手研ぎは熱を持つことがないので、彫刻刀本来の切れ味を損なうことはありません。これがまず手研ぎのメリットだと思います。手研ぎの二つ目のメリット、それは彫刻刀の減りが少ないということだと思います。機械研ぎだとどうしても彫刻刀の減りというのは早くなってしまいますが、手研ぎの場合、最小限の減りで済むので、一本の彫刻刀を長く使っていくことができます。手研ぎの三つ目のメリットは、ランニングコストがかからないということだと思います。もちろん砥石も使っていくにつれてだんだん減っていくものなので、使い切ると買い替えないといけないですが、電気代はかからないですし、一度砥石を揃えてしまえば、おそらくは年単位で買い替える必要はないと思います。それに対して研磨機で研ぐ時のメリットは、なんといっても研ぐ時のスピードだと思います。手で研ぐ時のスピードは、研ぐ人の技術によって時間も変わってくると思いますが、綺麗に研いだ彫刻刀でも1時間も木彫りに使うと、また時が必要なぐらいまで切れ味は落ちてしまうと思います。そうなると、また研ぎをして、また使って、また研ぎをして、1本だけならまだいいですが、これが10本、20本と彫刻刀が増えていくと、手研ぎをすることがだんだん負担になってくることもあると思います。それに対して研磨機で研ぐというのは、手研ぎで研ぐよりも何倍もスピードは速いです。その分、手研ぎのメリットの2つ目で触れたように、減りが少し速くなってしまうというデメリットもありますが、継続的に木彫りをするときには、この研磨機というのはとても力になってくれると思います。それから二つ目のメリットとして、バフの存在があります。バフというのは、この緑色の布でできた研ぎ材になります。これは工房にいた時に僕よりもずっと手研ぎの上手かった先輩が言っていたことですが、どれだけ綺麗に手研ぎをしても最後にバフをかけると、それまでよりもずっと綺麗になるというふうに言っていました。なので、やはり機械で最後に仕上げをさっとかけるのも、重要なのかなと思っています。研磨機の分解が終わりました。小さくなった粗砥石を取って、新しい砥石と交換します。せっかくなので砥石の順番を並べ替えて、自分好みにカスタマイズしたいと思います。研磨機のセッティングが終わりました。もともとあった順番ではなくて、自分好みのセッティングにしてみました。まず、小さくなった、ちびっこかった粗砥石を大きく直して、もともとついていたこの中砥石、これは僕はもともと使わないので外しました。で、その代わりにバフを一つ追加しました。バフが2つあります。これなんで2つつけてるかっていうと、こっちのもうかなり使っているやつは丸刀を研ぐときに使うようにしようと思ったからです。バフは布でできているので、こういう荒砥石のように真ん中がへこんでしまうっていう風には、なりにくいんですが、それでもやっぱり使っていると、凹凸ができるので、こっちの新しいやつでは、平らな平刀や小刀を、仕上げて、丸刀はこちらでやるっていう風に並べてみました。で、この2本は、ちょっと大きい丸刀の裏。で、これはちっちゃい丸刀の裏を研ぐ。まあ、こういう感じになります。あと、ここは鉄板ですね。この、荒戸などを使った後に鉄板で当てると、
針が取れるという風になっています。それではせっかくなので1本研いでみたいと思います。ちゃんと使えるのか見たいと思います。ちょっと大きめの、この平籐を研いでみたいと思います。はい、一応研げたと思います。ちょっと削ってみます。はい、問題なく研げてるみたいです。これは後で、椿油で拭いておこうと思います。それで今回、一緒に話そうと思っていたことがあって、それは彫刻刀の研磨機を購入するときの注意点という話でした。もともとはこの高橋製作所の研磨機はあまりおすすめしないと、話すつもりでした。なぜそう話そうかと思っていたかというと、木彫の業界、全体かどうかはわからないんですが、僕がいた工房では、僕がいたのがもう3年以上前なんですが、高橋製作所っていうのは、もう新しい研磨機を作っていない。そしてこういう研磨剤のようなパーツもどんどん手に入らなくなっているっていう噂がありました。これは僕のいた工房だけじゃなくて、この研磨剤を買った時の彫刻刀店の店員さんもそう言っていましたし、今回また別の業者にも連絡したんですが、その業者の人も高橋製作所は新しい研磨機を作っていないんじゃないかと話されていたので、結構木彫り業界全体に広がっている噂というか話だと思います。僕もずっとそう思っていました。なので、この研磨機買った時にはそういうことをすっかり忘れていて、買った後にそのことを気づきました。で、あらど小さかったので、研磨剤代わりのものを購入しようと思っても、全然ネットにもヒットしないので、これはまずいなと思ったんですが、たまたま彫刻刀の、知り合いの、お店で在庫がちょっと余っていたので、それを購入させていただきました。ただ、そこでも、この今ある在庫がなくなったらもう次の入荷はないかもしれないという話でした。ただ今回動画を作るにあたって一度高橋製作所、この研磨機に電話番号が書いてあったので、そこに電話してみようと思って確認したところ、そういう話はないということでした。今でも営業されているし、研磨機、新しいものも作られているし、これと全く同じものではないと思うんですが、荒砥石などのパーツも作っているということでした。ただ、お店に流通させていないそうなんです。お店に流通させると、そういう中間流通マージンのようなものがかかってしまうので、それを避けるために直接お客様と取引されているということなので、もし購入されたい方は直接高橋製作所の方に連絡されるといいと思います。また、僕が懸念していたのは、もし故障があった時にメーカーの方で修理してもらえないんだったら、それが本当に困るなと思って心配していたんですが、それも電話で確認したところ、高橋製作所の方に連絡すれば、メーカー修理していただけるということでしたので、もちろん
パーツ交換とかすると有料になってしまうと思うんですが、修理してくれるということでしたので、それも、大丈夫ということでした。はい。ということで、今回は、この高橋製作所のこのパーツ交換をなんとなく流しながら、彫刻刀研磨機のメリット、デメリットについて話させていただきました。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。